通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ここ最近ですね、大変物議を醸しております、ヤスケが日本主導で映画化されるという話題を見ていきたいと思います。このヤスケはですね、それが黒人ということで、ハリウッドにとってはね、絶好のテーマになっておりまして、ハリウッドによる映画化の話というのはこれまでも散々出ていたんですが、今回なんとですね、東映、つまりは日本主導でこれを映画化すると、こんな話が飛び出してきたんですね。そしてこの話、ずーっと辿っていきますと、その裏のアクティビストの存在というのが明らかになってきまして、これがね、とんでもない話でした。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。今回なんとですね、東映が南アフリカのクリエイターと手を組みまして、ヤスケを映画化すると、そんなニュースが飛び出してまいりました。で、この話はですね、詳細がまだね、全然明らかになっていないと思うんですが、これをね、調べていくと皆さん、すごかったですよ。もうその裏にはですね、驚くべき思惑が渦巻いておりまして、これ東映大丈夫かと、そういったお話だったんですね。まずちょっと概要を見ていきますが、こちら日本語の記事になりますおなじみザ・リバーさん、黒人侍ヤスケ東映が映画化決定、南アフリカと共同制作、世界市場を狙うね。もうちょっとビンビンに来てるでしょ。これ後ほど詳しく見ますんでね。日本の東映が戦国時代に実在したとされる黒人侍のヤスケを描く長編映画ヤスケ Way of the Butterfly 制作のため、南アフリカのパンビリメディアと共同制作契約を締結したことが分かった。皆さんね、ここちょっとよく覚えておいてくださいね。ヤスケは16世紀の日本に奴隷として連れられたアフリカ人、物珍しかった織田信長に気に入られ、ヤスケの名と武士の身分を与えられ、腰刀の携帯も許されていたとの逸話が知られる。指輪ソフトの人気ゲームタイトル、アサシンクリードシャドウズでも主人公の一人となったことで様々な話題を呼んだ。この度の映画では、アメリカのモノモタパ王国やインド、中国、東アジアとの貿易関係を背景に、ヤスケがアフリカから16世紀の封建時代の日本へと旅する物語が描かれる。同名のコミックが全3巻でリリースされており、これが原作になると考えられる。そしてここね、冒頭でもお話ししました。これね、以前もお伝えしたんですが、ハリウッドがね、このプロジェクトをどのように取り組んでいたのか。ヤスケの物語はかつて、ブラックパンサーのチャドウィック・ボーズマンの生前に、ダグ・ミロ脚本による企画や、ワーナーによる企画、ブラックサムライ、MGM によるアクション映画企画として複数種類が存在していたが、いずれも実現には至っていなかった。で、第一歩報じたのはこちらデッドラインになりますね。日本の東映、南アフリカのパンビリメディアと侍対策、ヤスケ Way of the Butterfly の開発契約を締結。日本のスタジオ、東映株式会社は、南アフリカの映画監督、マンドラ・デュベが設立したパンビリメディアと歴史対策映画、ヤスケ Way of the Butterfly の共同制作、開発契約を締結した。この作品は、日本で侍となったアフリカ人戦士を描く。ということでね、先ほどリバーさんは、こちらのデッドラインの記事というのを引用しているんですが、タイトルでは黒人侍と言っているものの、本文ではね、武士というように言っているんですね。なんですが元の記事、こちらのデッドラインでは侍になったと、このように書かれています。この契約は4月10日にロサンゼルスで開催されたカクテルパーティーの場で正式に発表された。イベントには東映株式会社の吉村文夫氏や小島裕二氏、在ロサンゼルス日本国総領事館の曽根健康氏のほか、各国の要人やハリウッドのクリエイターたちが出席した。小島氏は次のように語っている。パンビリメディアからヤスケの物語を映像化したいという提案を最初に受けた時、私たちは非常に興味を惹かれ、また深くインスピレーションを受けました。これは並外れた歴史的旅路を再構築するだけでなく、東映が長年培ってきた大胆でジャンルを切り開く作品作りの伝統にも通じるミッションです。この国際共同プロジェクトをリードできることを私たちは誇りに思います。ということでこれに関してはね、先ほどのザ・リバーさんにも書かれているんですが、ここね、パンビリメディアによる持ち込み企画であるようだと。つまりこの企画は南アフリカ側から提案されたものなんですね。そして東映がこれを受けてよしやろうということになったというわけです。そしてなんとですよ、先ほどの記事ね、ザ・リバーさんここ訳してないんですね。東映は侍映画の制作において長い歴史を持ち、その多くが歴史のある都市京都に位置する東映京都撮影所で撮影されてきた。ヤスケのプロデューサーは本作の一部を京都撮影所で撮影することを予定しており、さらに最近1年間の延長が決まった日本政府の支援制度 JLOX プラスの活用も視野に入れている。ということでね、この JLOX プラスというのは何かと言いますと、これね、経済産業省の海外制作会社による国内ロケ誘致の支援事業なんですね。つまりこれが通りますと、このヤスケの制作に日本の税金が投入される可能性があると、こういったわけなんですね。
で、プクタですね、正直、以前のこちら覚えてますか？ UBI ソフトブラジルのね、このとんでもアサシンクリードシャドウズありましたね。ワンチャンこれだったら全然いいと思うんですよ。とんでも日本ってプクタ好きだし、で、こんな感じになるのかななんて思っていたんですよ。で、今回のですね、ヤスケ Way of the Butterfly ですね。これ直訳するとね、ヤスケ蝶の道というようになりますが、この原作についてね、少し調べてみたんです。そしたらですね、とんでもありませんでした。先ほどのね、ザ・リバーさんの記事にもありましたが、今回の映画のプロジェクトには原作があるんですね。ここにあります。同名のコミックがあると。これが原作なんですね。じゃあこの原作どういったものなのかなと調べてみますと、こちらね、南アフリカの情報を発信しているサイトです。ここの記者さんがですね、その原作を紹介しているんですね。ヤスケ Way of the Butterfly は実在したアフリカの侍の誕生物語を語る。そしてね、こちら込み出し見てください。最初の黒人侍とされる人物の物語はここです。しばしば誤って奴隷として描かれてきたが、南アフリカのグラフィックノベル、ヤスケ Way of the Butterfly では初めてアフリカの視点から語られている。ということでですね、先ほどのね、ザ・リバーさんでは、こちら16世紀日本に奴隷として連れられたアフリカ人と、そして武士の身分を与えられというようなことが書かれているんですが、これね、全否定です。奴隷というのは間違いであり、最初のブラック侍であると。この新たなグラフィックノベルシリーズでは、ヤスケの物語に命を吹き込んでいる、ケニア生まれで南アフリカ在住の作家、フィデル・ナミ氏が執筆を手掛け、南アフリカのビジュアルアーティスト、ロイソ・ムキゼがイラストを担当。ヤスケがどのようにして侍となったのかを描きながら、ヤスケは奴隷ではなかったという革新的なメッセージを伝えている。ただこれはあくまでもこのメディアの、この記者さんの個人的な見解かもしれません。するとね、ここから、この原作に直接関わっている人物の名前が出てくるんですね。ヤスケの等身大彫刻で知られる彫刻家、ニコラス・ルースは、ヤスケの物語をアフリカの視点から語ることの重要性を強調している。グラフィックノベル制作チームの一員でもあるルースは、2015年に歴史の中で忘れられてきた人物をリサーチしていた際に、初めてヤスケの存在を知ったという。この物語がアフリカの視点から誰にも語られていなかったなんて信じられませんでした。と彼女は語っている。ということで皆さんこれでピンときた方いらっしゃいますかね？それがね、こちらになるんですが、皆さんご存知ですか？この作品。このね、ニコラ・ルースという方、彫刻家になるんですが、実際ね、これが日本にあるヤスケ像です。そんなデマが出回ったでしょ？ちょっとシャレみたいになっちゃいましたが、覚えてますかね？ここにありますね。1579年に日本へ渡り、最初のアフリカン侍となったヤスケの像。で、今回のこの原作に、この人、関わってるって言うんですよ。ってなると、あの時のデマの文脈も変わってくるでしょ？あのデマが出た時に、この人はね、黒人の侍の彫刻を作るのが好きなだけな人なのかな？そう思ったでしょ？それがたまたま利用されてしまったんだと。そうじゃなかったんですよ。あの等身大の像の彫刻家は、アフリカの視点からヤスケを描くべきだとして、積極的に活動し、このグラフィックノベルに参加しているというんです。そしてね、これだけじゃありません。こちらですね、デュベの構想を知ったシカゴ在住のプロデューサー兼映画監督、フロイド・ウェッブは、ヤスケに関するドキュメンタリーを制作していたこともあり、自身の調査資料をデュベとそのチームと共有し、企画開発を支援した。ということで、ここでもう一人人物が出てくるんですね。このプロジェクトに参加し支援している人物として、映画監督のね、フロイド・ウェッブという人物が出てきました。この方ですね、自身でね、こちら、YouTube チャンネルというのを持っておりまして、ここにまさに今回の作品の動画を上げてるんですね。ヤスケ Way of the Butterfly のコミックシリーズは、長編映画制作に向けた序章となる作品である。ここね、フロイド・ウェッブとありますね。そしてこの概要欄見ますとすごいですよ。このコミックブックシリーズは、長編映画制作に向けた序章となる作品だ。ヤスケは奴隷ではなかった。それは誤った物語だ。彼は16世紀のムタバ帝国に属するエリートのアフリカ人戦士だった。皆さんこれ今回のね、コミックのフィクションの話をしてると思うでしょ？違うんですよ。それはね、この後の文章からわかります。特にアメリカ人の多くは、この事実を知らない。ただアメリカ的な人種差別の視点と三角貿易に基づく歪んだ歴史観から語っているに過ぎない。白人至上主義にとらわれた想像力の乏しさとは何なのか。トム・クルーズが刀を振るうのは許されて、16世紀のアフリカのエリート戦士が刀を持つのはダメなのか。ということで皆さん、わかります？あのね、朝栗シャドウズの時にね、ヤスケ論争というのが勃発したわけですよ。あの時にもたくさん見ましたね、これ。なんでラストサムライのトム・クルーズが侍であるということは許されて、ヤスケはダメなのかと。見ましたね。そもそもね、トム・クルーズはラストサムライではないんですよ。ね、皆さん、見た人だったら全員知ってますね。ラストサムライというのは、トム・クルーズのことではないんです。ちょっとそれはね、一旦置いておきますが、なんでトム・クルーズはいいんだよと。あったでしょ？これ言ってるんですよ、ここで。つまりこの人、これね、マジで言ってるんですね。そしてね、ここ、極めつけです。ベストな出典は、新潮後期だ。だが君たちがそれを耳にすることはまずないだろう。で、ここでね、謎の引用文が出てきます。ヤスケが侍だったことを示すのは、ただ、淵を受け取っていたという事実ではない。
彼が淵を受け取り、信長の武具を運ぶという侍の職務を任され、二条で刀を携え戦い、1582年の武田討伐では動員され、信長に従軍し、信長が兵士たちを解散させた後も、彼だけはそばに残された。それが安家が侍であった証拠だ。ということで、これね、よくよく調べてみますと、トーマス・ロックリーの著書を題材にしたレディットのスレの投稿なんですね。そのスレ主の投稿を引用しているんです。でね、ちょっとこれ裏取れないんですが、この文面から、このスレ主、ウェブさんなのかなとも思うんですが、ちょっとね、その辺わかりませんでした。なんですが、このレディットのスレ主はですね、トーマス・ロックリーの著書が正確だと、このように言っている人物でして、その人物のレディットの投稿を引用していると。それでドヤーってやってるんですよ。どういう状態なんでしょうか、これ。この後も全部そうです。私がこれまで投稿してきた安家に関する情報やリンクをすべて読んだ上で、ね、やっぱりこれを見ても YouTube の概要欄のことを言ってないんですね。レディットのスレのことを言ってるみたいでしょ。それでも安家は侍ではなかったというなら、それは自分の偏見を史実より優先して信じている。もしくは博士号レベルの研究論文を投稿できるほどの裏付けを持っているということになる。その論文があるなら読ませてほしい。で、それを書いてるのがね、こちらフロイド・ウェブでして、アメリカの映画監督でプロデューサーなんですね。そして特にね、アフリカ系アメリカ人の歴史、文化、これをテーマにした作品で知られているということで、ここにね、はい、安家さんと、こういった作品もありますが、今回ですね、この方が情報提供をして制作されたこちらのコミックを原作として、日本の東映画安家の映画を主導して制作し、そしてこのプロデューサーは経産省からの資金援助を狙っていると、そういったお話だったんですね。こちらね、リバーさん伝えてますね。真実性を追求して、鎧装着、刀を振り回すトンチキジャパンを東映がやらかすのは逆に面白い。真実性？トーマス・ロックリーの小説を映画化って言えばいいのに、安家が日本で過ごす日常とかなら見てみたいな。ということで、これね、ザ・リバーさんが真実性と、このように訳してるんですが、実際ね、原文では、ここですね、オーセンティシティ。ちょっとね、真実性とはニュアンスが違いまして、文化的なね、本物らしさとか、リアルさ、こういったものを追求すると言っているんですね。これはこれでどうなのかなと思いますが、つまりは、将軍のようなね、リアルさ、本物の日本、こういったものを追求しますと、このように言っているんですね。安家は侍じゃねえ定期。ここね、これを映画化するのがいいと思うと。ほんとそうですよね。世界での公開を目指すなら、将軍と同レベルのクオリティが必要。本物の日本の時代劇を見せてほしい。文化的な真実性を追求。ダメな予感がするわ。これ面白い。ポリコレ全盛期だから、安家はアジア人に置き換えて映画化するんだよね。終わったー。良くも悪くも一悶着ありそうな予感。これは炎上待ったなし。トーマス・ロックリーの創作安家をトレースするなら、ゴミ映画確定。はい、ということで本日はですね、東映が南アフリカのスタジオと手を組みまして、安家を映画化するという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、ちょっとね、今回のこの安家の映画化がどのような作品になるのか、これは全くわかりません。僕たちちょっとね、そもそも原作を読んでないし、読んだところで映画化でどのようになるのかというのはわかりませんので、なんとも言えませんが、それは一旦置いておきまして、どういった理由があれ、少なくともその裏側には、安家を侍にしたいというアクティビストがいる。どういった作品になろうが、どういう風に日本でプロモーションされようが、そこだけはですね、ちょっと日本の皆さん、頭の隅に入れておいてもいいかもしれませんね。どうですか皆さん。少なくともね、この原作に携わってる人間が、その作品をプロモーションする YouTube 動画のその概要欄で、安家はエリート戦士に決まっている。これを否定する人間は、白人至上主義で偏見に毒されている。これってね、白雪姫を利用したレイチェルさんと変わらないでしょ。自分のアジェンダのために作品を利用してるわけですよ。もしかしたらね、そのアジェンダの賜物がこの作品なのかもしれませんけど、切り離せてないんですね、そこは。じゃあ安家はそんな人物じゃありませんと言っている日本人は、白人至上主義なんですか？現在はね、ここにうまいこと東映が乗っかりまして、今ではこの作品のために国から補助金をもらおうとしてる。これ日本人舐められすぎじゃないですかね。ぜひね、これは皆さんのご意見伺いたい。ちょっとコメント欄書いてってくださいね。いやー、これね、南アフリカ側からの打診だったということですが、東映はこの裏側にいる人物とか調べたんですかね。なんかね、これどうせ炎上目的だろうねって、このように言われている小説家の方もいらっしゃいましたが、今ね、この題材に、しかもああいった人物が関わっているこの題材に手を出すというのは、もうそれ目的としか思えませんけどね。皆さんはこれについてどのように思われましたか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。